Hello， 大家好，皆さんこんにちは。今年のお盆休みは台湾へ久しぶりに帰省しました。実家でゆっくりした後、せっかくなので台湾の人気都市台南に来ました。台南はかつて台湾の首都のため古都とも言われている都市です。街に多くの遺跡やお城が存在しているので古都の雰囲気が増しています。さらに近年どんどん現れてきた新しい観光スポットや食べても食べきれない庶民的なグルメがたくさんあります。外国の方だけではなく台湾の人たちも大好きな観光地です。ちなみに台北出身の妻は台南旅行が初めてです。昔から台北以下の地域に車やバイクがないと結構不便な印象ですが、今回はあえてレンタカーを使わずバスで台南観光を回ってみたいと思います。初日、ホテルから出発しました。マリオットファンにおすすめなホテルなんですが、後ほどまた紹介します。入り口の近くにバス停があります。街の中心に移動するのがとても便利です。台北の悠々カードをコンビニでチャージすれば、台南のバスでも使えます。もし持ってなかったら現金での支払いも可能です。今日の朝ごはんを食べに行きたいと思います。要吃台南的牛肉汤。昨日も牛肉のしゃぶしゃぶ食べたんやけど、台湾牛肉湯がめちゃくちゃ有名で、私もまだ食べたことないです。台湾虽然也很热，但走这种骑楼真的是很方便，都不会晒到太阳，稍微有一点高低差，但是还算方便的。右阿村約20分ぐらい街の中心に到着しました。観光スポットを訪問する前にまずは台南らしい朝食をいただきたいと思います。台南的牛肉汤。台南の代表グルメ、一番有名なのはやはり牛肉湯です。他の地域ではほぼ食べられなくて、台南に来て食べないと損するぐらい言われるほどグルメです。具は簡単で牛肉だけみたいな感じ。新鮮な生牛肉を熱々のお出汁に入れてミディアムの状態でいただく料理です。赤身の牛肉なんですが全然柔らかいし甘みもすごくいいです。ちなみに牛肉スープと一緒に牛肉造飯を食べるのが台南流ですが、阿春牛肉湯は牛肉造飯を提供されていないので代わりに牛肉チャーハンにしました。人気のお店ではなくなり次第終了となるので早めの時間に行くのがおすすめです。食事の後、台南街の散策タイムです。赤坎楼。竟然在整修。整修。なんで工事やってるの？最初にやってきた観光スポットは赤坎楼です。1653年にオランダ人によって建設された旧跡です。似てません？ひいきじゃないけど。BC です。古い建物を見学できると思っていましたが、まさか工事中でした。旧跡をもっと長い歳月で保存できるように修理や補助が必要ですが、ちょっと残念だった。它是呢，这边有个宝贝，这个叫做宝贝。
然后呢，宝贝之后同意，然后把钱投到这个功德箱，你就可以拿一支这个笔。那这种笔是什么？就是学生考試的時候可以用的筆。通貨の近くにもう一つ人気スポットがあります。日本のデザイナー藤本壮介さんが設計してリノベーションされたスポット、南城弄市です。8階建ての建物で外観から見ると何屋さんってちょっと分かりにくいですが、実は台湾で一番面積の広いアイスクリーム屋さんです。昔ながら的那种ね階段。正確に言うとカフェみたいな感じで、アイスクリームの他に軽食やデザートメニューもあります。食事コーナーでレトロな雰囲気があって最高なんですが、南城弄市、この建物自体にすごく面白いストーリーがあります。せっかく来たので建物の紹介ツアーに参加しました。建物の築年数がもう60年以上で、もともと台南エリアで一番有名なホテルだったんですが、2022年に日本建築家藤本壮介さんが設計してリノベーションされた後に再オープンしました。一番有名なのはこちらの白い階段です。垂直な空間で台南の路地をイメージしてデザインされたようです。ツアー自体も面白いし、写真もたくさん撮りました。ただのアイスクリーム屋さんじゃなくて、台南の魅力を堪能できる場所です。あれも林や。どうも林です。大家有看最新的蛋蛋蛋吗？林百貨店です。どうも林です。台南銀座と呼ばれるところやん。林百貨店。好亮哦。南城弄市の徒歩圏内に、日本の方もよく知っている林百貨店がすぐ近くにあります。日本時代に山口県出身の経営者林さんにより創立された日本の百貨店です。80年を経て修復されて、今は台湾特産品を販売している施設に生まれ変わりました。1階は地元台南の名産品を中心に品揃えとなっています。選択肢が多すぎて迷ってしまいますが、きっと気に入るお土産が見つかるはずです。何これ？本饼。かわいい。这是隔热店，哪边是 Kia？ 现在要去孔庙，孔庙也是考生拜拜一定会来的，求知识、求学问的孔子的庙。那其实孔庙呢，有华人的地方几乎就有孔庙，真的是超多地方都有孔庙。长崎也有，長崎もあるんで。谁说台湾看不到这种木漏れ日？就是这种就真的很漂亮哎。那少しタイムトラベルして古き良きの観光スポットの台南孔子庙に来ました。很漂亮啊。天气好，很漂亮。こちらが台湾で最も古い孔子廟で、1665年に建設されて、台湾で最初の学校のため全体首府とも呼ばれています。台南孔子廟に来たらぜひ一緒に行ってほしいのは近くの果物屋リリー水果店です。果物屋ですが有名なのはかき氷です。毎回台南に来たら必ず行っている店です。
お昼に再び国華街に来ました。食べたいものがいろいろありますので、はしごします。まず最初にやってきたのは、富盛号碗粿です。碗粿は台湾の伝統料理の一つで、米粉を蒸して作るお餅のような食べ物です。中には豚肉やエビ、椎茸など様々な具材が入っています。食べるときは甘辛いタレをかけていただくのが定番です。もちもちとした食感が本当に最高で、ぜひおすすめしたい一品です。続いて向かったのは好牛牛肉湯です。牛肉スープといえば朝食として有名ですが、実は昼営業や深夜営業の店もあります。こちらの好牛牛肉湯はその中でも昼営業の人気店です。ここでは朝に食べられなかった牛肉造飯も注文しました。卤肉飯とはまた違った味わいで、牛肉スープとの相性が抜群です。ランチの後、バスで奇美博物館に向かってます。奇美博物館は実は台南高鐵站から近いんです。新幹線駅からも台南市内からも博物館行きの路線バスが出ているので、車やタクシーを使わなくてもアクセスできます。热，很热，很大，怎么这么大？入り口の前には大きな噴水ときれいに整った庭園があって、来た瞬間からワクワクします。まるでヨーロッパにある宮殿の模様は多くの観光客を呼び寄せています。奇美博物館は台湾の大手価格企業奇美实业の創業者が収蔵している西洋の芸術、楽器、兵器および自然史の作品を展示しているところです。从高铁站搭这个也可以过来，方便。博物館を回った後に台南市内に戻って南赛图文創園区に来ました。以前は司法関係者たちの寮として使われていた場所を再利用したリノベスポットです。現在はアートやショッピングが楽しめる複合施設になっています。鸡排、碰意、哎呦，啥？啥苹果、咖喱，这啥牛排、水果、菜啦，干嘛米？无贵的，无贵，靴下、无嘢。没啊，地笋。夕方には鼎富发猪油拌飯にやってきました。豚の脂と醤油を熱々のご飯に混ぜるだけ、シンプルな料理ですが、昔ながら台湾の味で何杯でも食べられます。他に贡丸湯や皮蛋豆腐など、台湾の定番家庭料理もいろいろあります。台湾料理好きな方におすすめです。你问我是啊，
食後のデザートはニナオという日本式の台湾ソフトクリームのお店に来ました。添加物を一切使わないソフトクリームはいつも大人気です。ちなみに午前中や夕方は比較的に空いているようで、その時間帯を狙んでいくのがおすすめです。台南は夜が遅くなるほど美しくなる街です。特におすすめなのが神農街です。全長わずか500メートルほどの路地ですが、両側には900年以上の古民家がずらりと並んでいます。昼間に訪れても面白いですが、夜になるとランタンがライトアップされて雰囲気は最高です。続いて今回のホテルを紹介します。宿泊したのは市内中心部から少し離れたアロフト台南安平です。おー、広い。今は台南安平に来ました。今回泊まるのはアロフト安平です。クッション很可愛。クッションめっちゃ可愛い。で、部屋はこちらです。这里是コーナールーム嘛、なので両方の景色も見えるし、めちゃくちゃ開放感のある部屋です。で、バスルームもとっても綺麗です。一番いいのはこちらのバスタブです。おしゃれ、一人用やな。ゆっくり景色も見える。で、こっちは備品はついてないね。台湾も今韓国と一緒で消耗性の備品は全て有料の形になってるんで、だから歯ブラシもないです。ここはシャワールームとバス。部屋はとても広く、海や公園、そして夕日まで眺められる心地よい空間でした。さらにプラチナ会員以上であれば、1階のバーで毎日人数分のドリンクを無料でもらえます。朝食も想像以上に良くて、台南名物の牛肉スープや担々麺などもあって、種類が豊富でとても美味しかったです。台南の安平エリアは歴史的な建物とグルメを楽しめる人気の観光地です。17世紀にオランダ人が築いた安平古堡や当時の貿易会社洋行などノスタルジックな街並みが今も残っています。2日目の観光が始まる前に安平エリアでとっても有名なお店王氏魚皮を訪れました。これがサバヒです。コラーゲンたっぷり。でもこれほぼ骨ないって。こちらではサバヒという台湾を代表する白身魚を使ったスープ料理をいただけます。サバヒスープだけでもいくつの種類があります。一番有名なのは魚の皮を使った魚皮湯ですが、この日は個人的に一番好きな石目魚肚湯を注文しました。朝ごはんを食べた後、そのまま観光を向かう予定だったんですが、途中で安平豆花を見つけて立ち寄りました。この日は定番の小豆とタピオカを選びました。そこにかき氷を加えてもらって、ひんやり涼しくて夏にぴったりな一品です。安平古堡は17世紀にオランダ人によって建てられた台湾で最も古いお城の一つです。ゼランディア州。就此人地啊，对啊，ゼレンディア。此人地啊，哦，真的。
其实这些历史背景就是跟长崎啊那种什么的历史背景都有点像。简单来讲，就是航海时代欧洲人过来的城镇，然后在这边盖了一个堡。当時はゼランディア城と呼ばれ、貿易や軍事の拠点として使われていました。現在は赤レンガの城壁や展望台が残っていて、台南を代表する観光スポットになっています。好热啊！上去看看。上に登ると安平の街並みや港を一望できて、歴史を感じながら景色を楽しめる場所です。以前有英国领事馆、德记洋行。安平古堡の東県内には、当時外国との貿易で使われていた洋行の旧跡があります。現在は観光施設として公開されている場所もあれば、リノベーションされてお土産屋さんになっているところもあります。その中でも德記洋行のすぐ近くにある安平樹屋は特に人気のスポットです。ここはもともと德記洋行の倉庫で、日本時代までに使われていましたが、戦後は台湾国営製塩の倉庫として利用されて、その後半世紀以上に放置されていました。应该是我第一次进来安平树屋吧，树都长在屋顶上。カチュマルの木が建物全体を覆い、まるで廃墟のような姿になりました。珍しい外観と神秘的な雰囲気だから、多くの観光客が訪れる人気スポットになっています。安平エリアの観光は半日ほどで回れます。その後、レンタル電動バイクを使って再び台南市内に戻りました。今回の台南旅行で台北出身の妻がずっと食べてみたかったお店があります。それがダンダンハンバーです。南台湾限定のローカルファストフードチェーン店です。台南、高雄、屏東にしかなくて、台北出身の妻はまだ一度も食べたことはないです。ファストフードですが、ハンバーガー以外に台湾らしいローカル料理も提供されています。セットメニューもあって、この日は赤肉羹と脆皮炸鸡を注文しました。赤肉羹は面線に少し似ていて、とろみのあるスープ麺です。そして脆皮炸鸡は皮はサクサクで本当におすすめです。充実した観光スケジュールを終えて、2日目の夕方はマッサージへ。台湾にはマッサージチェーン店がたくさんありますが、今回はホテル近くで口コミ評価がとっても高い不老松竹湯安平新館に来ました。すべてのプランに10分間の足湯と肩もみセットがついています。この日、旦那は全身マッサージ60分で、私は足つぼマッサージを60分にしました。足底マッサージは激痛のイメージはありますが、実際は力加減を調整してくれるので、痛みはあるけど耐えられるレベルでした。足の裏からふくらはぎまでしっかり施術してくれて、アロマオイルじゃなくても専用のマッサージローションで十分気持ちよかったです。台南旅行の最後の夜はちょっとおしゃれなバーに行きました。一見変わったお店に見えますが、ここは昔の漢方薬局をリノベーションして作られた赤坎中药行という超人気のバーです。店内には海外からの観光客も多く、お酒を片手に自然と会話が生まれて、とても楽しい時間を過ごせました。
お値段は少し高めですが、ドリンクメニューはとても豊富です。特にジンをベースに漢方を加えて作るユニークなカクテルが名物です。最後にバーテンダーさんと一緒にジンをショットで乾杯して最高の締めくくりになりました。2泊3日の台南旅行はソウルフードをたっぷり味わって歴史的な観光地をたくさん巡って本当に大満足でした。高雄空港から約1時間、桃園空港からも新幹線で簡単にアクセスできます。昔ながらの台湾らしさとローカルグルメをぎゅっと詰まった場所です。台湾好きな方、もっとディープな台湾を感じたい方には、ぜひ一度台南を訪れるのはいかがでしょうか。それでは今日の動画は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。これから台中行きます。台中行きます。バイバイ。以上。